はい、どうも、関ラボです。今回はですね、こちら、POCO M4 Pro 4G を入手したのでレビューしたいと思います。コストパフォーマンスの高いモデルをポコポコと乱発する POCO ですが、今回の M4 Pro もエントリー帯に絞ったスマートフォンです。先に M4 Pro 5G というモデルも発売していますが、デザインやスペック、もろもろ全く別物と言っていいでしょう。また、Xiaomi から発売された Redmi Note 11S のリネームかと思いきや、またそれとも微妙に違う、結構ややこしいモデルなんですね。今回はしばらく使ってみて感じた良い点悪い点などをお伝えしていきたいと思います。ちなみに今回のレビュー時点では発売前の実況提供いただきレビューしているので、実際に発表される端末とは内容が異なる可能性はあります。2月28日正式発表とのことで、この動画を公開している頃には正式に発表されていると思います。はい。というわけで、まずざっくり良い点悪い点のアウトラインをご紹介したいと思います。まず良い点から。まずデザインが新鮮なことと、比較的コンパクトで軽いこと。有機 EL ディスプレイを採用し、33W の急速充電にも対応しています。イヤホンジャックも搭載し、ワイドバインレベル1にも対応していますね。一点悪い点としては、5G に非対応なのと、カメラ性能、スペックはほどほどなこと、対応バンドがソフトバンクと相性の良い構成になっているということですね。スペックの方を見ていきましょう。SoC に Helio G96 を採用し、メモリストレージは 6GB、128GB、もしくは 8GB、256GB から選べます。メモリは DDR4 で、ストレージは UFS2.2、仮想メモリで 3GB まで拡張可能です。OS は Android 11をベースにした MIUI 13を採用しています。ディスプレイが 6.43 インチのフル HD プラスで有機 EL ディスプレイを採用し、最大 90Hz のリフレッシュレート、180Hz のタッチサンプリングレートに対応しています。カメラは上からメインが最大 64MP、超広角が 8MP、マクロカメラが 2MP という構成になっています。バッテリーは 5000mAh を搭載し、33W の独自急速充電にも対応しています。見た感じ、Redmi Note 11S とスペックは近いようですが、108MP のカメラから 64MP のカメラに変更されているのが大きな変更点ですね。はい。というわけで、POCO M4 Pro のデザインを見ていきましょう。やはり目を引くのは横に大きく伸びたカメラユニットですね。実際のカメラ自体は左端の列だけですが、昨年の Xiaomi フラグシップ Mi 11 Ultra のようなデザインになっていますね。過去の POCO シリーズでも塗装でカメラユニット周りを大きく色分けするデザインはありましたが、今回は実際のパーツで区切られています。そのためデザイン的にはかなり癖が強くなっていますが、個人的にはかなり新鮮なデザインで気に入っています。メインカメラ周りは光が放射状に反射するようになっており、右端には我らが POCO のロゴが鎮座します。特徴的なカメラユニットですが、出っ張りはそこまでありませんね。ちなみに同時発売の POCO X4 も同様のデザインテイストです。背面はプラスチックですが、最近増えている独特なテクスチャーで素材感をアップした背面になっています。表現しづらいんですが、粗めの布のような手触りですかね。サラサラとしており、プラスチックな印象は少ないですね。背面は緩やかにカーブしています。フレームもおそらくプラスチックですが、質感はよくアルミと間違えそうですね。昨今流行りのフラットタイプに近い側面をしていますが、完全に角張っているわけではなく、カーブとフラットの中間ぐらいの仕上がりですね。本体上部はスピーカーと IR ブラスター、イヤホンジャックという構成です。イヤホンジャックは搭載されていることが最近ではメリットみたいな扱いになってきましたね。ボトムにもスピーカーがあり、ステレオになっています。右サイドは音量と指紋認証を兼ねた電源ボタンがついています。左サイドは SIM スロットのみです。SIM スロットは SD カードが独立しているタイプですね。ディスプレイはエントリーモデルながら 90Hz の有機 EL を採用し、発色、コントラスト、輝度ともに全体的に良いと感じます。ちなみに初期フィルムもついていますね。実際に手に取ると比較的コンパクトなモデルだなと感じますね。Xiaomi 11T と比較するとこんな感じ。縦横ともに一回り小さいですね。また重量は 179g ということですが、実際は 183g です。5000mAh としてはかなり軽めですよね。持った時に感じる印象としては見た目より軽いなという感じです。背面がプラスチックなのも大きいですね。ちなみにおなじみのクリアケースもしっかり付属しています。ケースをつけるとほぼ段差はなくなりますね。
かなり癖があるので好みははっきり分かれるでしょうが、個人的にはこのデザインとても気に入っています。最近のエントリーはどれも似たようなデザインが多かったので、ここまで独特だとそれも新鮮でいいですよね。POCO M4 Pro は Helio G96 を採用しています。アントゥトゥスコアでいうとおおよそ30万点ほどのスコアになりますね。次期フラグシップが出揃っている中で、このスコアはエントリー帯に近い数値になってきますね。ミドルローぐらいの性能でしょうか。とはいえ一般的な用途であれば30万から40万点ほどあれば何の不満もなく使えると思います。このレビューを撮影している時にはまだ価格情報が分かっていませんので断言はできませんが、おそらく Redmi Note 11S 同様に低価格のモデルになると思います。その観点から言えば十分なスペックだと言えるのではないでしょうかね。こういったエントリー機だとアントゥトゥ云々より細かい部分での動作が重要だと私は感じます。特にウェイクアップ周りの挙動ですね。まずは画面をタップでの起動ですね。お次は持ち上げての起動で顔認証で最後に指紋認証と、この4点セットに対応していることが実際の UX には大事だと思います。POCO M4 Pro ではその辺バッチリ対応しており、それぞれの動作速度も速いので使い勝手としては高い水準にあると言えます。エントリー機としてはディスプレイ品質が高いことが特徴です。同じグレードのスマホではコスト面から液晶を選択することが多いですが、 90Hz のハイリフレッシュレートに対応した高輝度でコントラストが高いディスプレイを採用しています。比較的最近の機種でディスプレイが綺麗な Xiaomi 11T との比較です。はっきり言ってエントリーモデルの差みたいなものは全く感じませんね。同等のレベルにあると思います。一点リフレッシュレートでは 11T に負けてしまいますが、エントリーモデルで有機 EL90Hz という構成は目玉と言ってもいいのではないでしょうか。視野角もバッチリですね。この辺はもう液晶とは全く別次元だと思います。さんさんと朝日が差す中でもこれだけはっきりくっきりとした表示が可能です。エントリーモデルとは本当に思えないですね。リフレッシュレートはコンテンツによって可変です。通常時やブラウジングでは 90Hz、動画アプリなどでは 60Hz とバッテリー効率を考えた仕様になっているのもポイントが高いですね。ディスプレイからの続きで驚いたのはワイドバインレベル1に対応していたことです。まさかエントリーグレードのスマホでワイドバインレベル1に対応しているあたりはさすがPOCOブランドだなと思いました。Netflix と Amazon プライムで見ましたが、しっかりと最高画質が選択できますね。Amazon プライムは独自の認証もあり、非対応の場合はワイドバインがレベル1であろうと再生ができませんが、ベータ版アプリを入れると最高画質で再生することができます。ワイドバインレベル1対応はかなりポイントが高いですね。POCO M4 Pro は 33W の独自急速充電にも対応しています。昨今は充電速度の進化が速く、Xiaomi では 60W や 120W といった超急速充電も上位グレードでは展開しています。それらと比べると若干見劣りをしてしまいますが、冷静になって考えれば 33W でも十分すぎる速さだと思います。実際に残量 10% から 100% までの速度を計測してみました。付属しているチャージャーが海外仕様のものだったため、同じく Xiaomi の 60W の充電器で試してみました。だいたい1時間15分ぐらいで満充電になっていましたね。5000mAh を充電していると考えれば十分すぎるスピードではないでしょうか。ましてや M4 Pro はエントリー帯のスマートフォンです。充電スピードは本当に使い勝手に直結する要素なので、コストを抑えながらも要所要所を抑えているのが M4 Pro というのがよくわかるポイントです。5000mAh という大容量なんで、普段使いであれば2日ぐらいは持ってくれそうな勢いです。ただ使えばそれなりに減っていきます。実際にゲームを最大輝度で1時間ほどプレイしましたが、 100% から 87% まで消費しました。バッテリー持ちは優秀ですし、消費しても急速充電でカバーができます。エントリーモデルとしてはバッテリー周りは優秀かなというふうに感じました。POCO M4 Pro はステレオスピーカーを採用していますが、特に音響チューニングやサウンド関連のブランドスピーカーを採用しているわけではありません。特に音自慢というわけではありませんが、 YouTube や動画サービスを見る用途としては音量は十分だと思います。実際に聞いてみましょう。
はい、というわけで POCO M4 Pro のスピーカーを評価するならば、可もなく不可もなくといった感じですかね。ちょっと歯切れが悪いですが、決して音質が悪いわけではないです。エントリー帯のスマホにおいてはスピーカーが軽視されることがほとんどで、それらの低クオリティ端末と比較したらば M4 Pro のスピーカーは十分すぎる性能でしょう。音量もあるので普通に垂れ流すレベルであれば十分すぎるくらいです。実際エントリー帯を購入する方にとってスピーカー性能って重要ですかね。そこにコストをかけるよりかはディスプレイなどの実際の動作方面にかけてほしいと私は感じます。繰り返しますが、音質が悪いわけではないです。エントリー機として考えれば十分すぎるスピーカーだと思いますね。対応バンドについては以下の通りです。ドコモのプラチナバンドであるバンド9と au のバンド18、26には非対応のいわゆるソフトバンクと相性の良いバンドですね。POCO X3GT ではフルバンド対応だったんで、この辺はちょっと残念なポイントです。一応私の生活圏ではバンド1さえあれば困ることはないんですが、地域によってはプラチナバンドがないときついエリアもまだ存在しますので注意が必要ですよね。一応私はメインがアハモなんで、ボルテカが必須なんですが、ボルテカもダイヤラにて以下を入力することで対応可能です。通話ができることを確認しました。日本で使う場合は対応バンドなどは注意が必要ですね。POCO M4 Pro が採用している Helio G96 のゲーミング性能を見ていきたいと思います。最近のゲームを快適に動かすには若干スペックが足りないような気もしますが、仮想メモリやゲームターボ機能などゲーミング機能も搭載されているので、画質などを若干我慢すればそこそこ動きそうです。まずは COD モバイルから。画質品質は標準までしか選択ができませんでしたね。またフレームレートも高が限界でした。ただ思った以上に快適で COD に関しては快適にプレイできると言っていいでしょう。もともと比較的最適化が進んでいるゲームなので、ヘリオ G96 ほどのスペックがあれば余裕で動作します。画質を上げられないのが仕方がありませんが、FPS に関しては画質よりも動作感の方が優先されるので、POCO M4 Pro ほどの動作感があれば多くの方は満足できるのではないでしょうか。プロセカに関してはちょっと気になる点がありました。何かプレイをしていて今のミスったかと思う場面がちょいちょいありました。ただ新しい端末だったから慣れていなかったのかもという感じも否めないんですよね。これはちょっと判断に困りますね。過去に MIUI 機では音ゲーへの対応が遅れ、当初は動作が不安定だった場面もありました。その後アップデートで動作面での不安定さは解消されたんですが、今回は最新の MIUI13 をベースとしているのでちょっと気になります。私の勘違いであれば良いのですが、私自身プロセカをがっつりプレイするわけではないので判断が難しいですね。ただこれまでの機種では感じなかった違和感みたいなものをちょっと感じたのは事実です。もしかしたら他ゲームの検証後に動作させたので、メモリなどのリソース部分で何かしら影響があったのかもしれません。ちょっと曖昧な検証になって申し訳ないです。最後は原神です。正直原神の最低動作はスナップドラゴン845なのでそこそこスペックが必要です。対するヘリオ G96 はアントゥトゥスコアこそスナドラ845に近いものの、それはメモリとストレージ性能でのスコアアップが大きく、肝心の CPU、GPU では若干力及ばずといった感じです。なので POCO M4 Pro で原神をプレイする場合は必然的にある程度画質などを妥協する必要があります。いろいろ設定を試してみた結果、ある程度妥協できるかなといったのは低画質と 60fps という組み合わせです。一応フレームレートは優先したいので画質を下げました。これ以上画質を求めると画面を振った時に盛大にブラーが発生しますね。一応低画質であれば個人的にはプレイできる範疇かなと感じました。正直安定性を上げるならばフレームレートも下げた方が良いと感じます。やはり原神はかなり動作要求が高いですね。ヘリオ G96 自体はミドルローぐらいのスペックはあるため、軽めの 2D ゲームなどは余裕でこなすでしょうが、3D は動作面をいくらか目をつむる必要がありそうです。またカメラユニット周りがそこそこ発熱しますね。というかユニット自体が大きいのでもろに指に熱が伝わります。ガラス材質などもあって余計に熱く感じましたね。今回の POCO M4 Pro で一番気になるのはカメラ性能でしょう。ベースとなる Redmi Note 11S はメインカメラが 108MP の高画素カメラを採用していましたが、64MP のカメラに変更されています。この辺が実際のカメラ性能にどれほど影響が出ているでしょうか。実際にいくつかの作例とともに見ていきましょう。まず通常撮影についてです。メインは 64MP なんですが、通常のカメラモードでは 16MP 撮影になります。64メガで撮影する場合は専用のモードがありますね。AI 補正のありなしで色味が結構変わりますね。
AI 補正を載せた場合はビビッドな印象が強くなります。AI 補正がない場合は感触寄りになってしまいますね。メインの64メガピクセルカメラは解像度感はやはりかなり高いですね。ただ64メガピクセルモードで撮影する場合は AI 補助などの機能が使えません。ズームについてです。ズームは超広角、等倍、2倍の3段階です。画角はちょっと狭めだなというふうに感じましたね。夜景に関しては専用の夜景モードと写真モードでの AI オートの2種類がありますが、なんだか AI オートの方が綺麗に撮れているように思います。以下が撮り比べた結果です。空に夜景モードで撮った写真はノイズが乗ってしまうんですよね。以下が試しに光源が乏しいところで撮ってみた夜景モードです。フレアがちょっと強めに出てしまいますね。動画撮影に関しては MAX がフル HD プラス 30fps と控えめなスペックです。手ブレ補正もおそらく効いておらず、メインの等倍では画角も狭い印象です。30fps ということでカメラを振った時のブラー感がちょっと気になりますね。動画に関してはハイエンド端末に慣れているとそのシンプルさに驚きます。マクロに関しても正直おまけレベルかなというような印象です。もう少し寄れてもいいんじゃないかなというふうに思いました。今回写真を撮影していて気になったのは AI の判定と逆光についてです。まず AI に関してはいろいろシーン別に補正を変えてくれるんですが、明らかに適していないシーンを選択されてしまう場合がありました。以下がその例ですね。天気は快晴だったわけですが、なぜか曇り空として判定をされてしまいました。こういった誤判定がたまに起きるのが気になりましたね。意図としないシーンが選択されることで色調や明るさ、コントラストがよろしくない状態になる場合がありました。そういった時は AI 補正を外せばいいのですが、 AI を外すと基本的に感触寄りになってしまうのが悩ましいところでした。いまいち理屈は分かりませんが、光源が映り込む際に AI が誤判定をするような気がしました。正直なところ POCO M4 Pro のコストカットがされているのはカメラ部分だと感じましたね。 AI 補正がなかなかシビアで意図としないシーンを選ばれてしまう場合があるので、手軽にオートでというような使い方がしにくいのが残念なポイントでした。また64メガピクセルモードがとてもシンプルで補正が効かないのも気になるところです。全体的にエントリーらしくカメラ性能は抑えめだと思います。はい、というわけでしばらく POCO M4 Pro 4G を使ってみた感想としては、エントリースマホとしては非常によくまとまっているという印象です。高い機能性は求めないが、ある程度の動作感は確保したいという方にはお勧めできる端末だと思います。有機 EL ディスプレイや急速充電、ワイドバインといったエントリースマホではコストカットのために真っ先に削る部分を取り入れているのは大きく、価格以上の使い心地を提供してくれます。今回のレビューを行っている時点ではまだ公式より価格発表がない状態で行っているので確かではありませんが、おそらくかなり低価格でコストパフォーマンスで勝負をする端末になるだろうと私は予測しています。カメラ性能についてはエントリーらしく必要最低限といった印象で、ハイエンドモデルを使っていると物足りなく感じるとは思います。ただおそらくこの端末のニーズにマッチするユーザーはライトユーザーが主で、その層の目線で言うなれば必要十分と言えるスペックだと私は思います。何より私が一番気に入ったのは本体のデザインですね。デザイントレンドをうまく取り入れていると思います。とにかくデザインが新鮮です。カメラユニット周りを大型の別パーツとするのは同じく Xiaomi の Mi 11 Ultra を筆頭にフラグシップモデルでよく用いられるデザインですね。エントリー端末となるとどうしても各メーカーがデザイン似たり寄ったりになってしまいますが、POCOらしい独創的なデザインセンスが私はとても好みです。ぜひとも POCO にはサプライズのある価格で攻めてほしいなと思いますね。はい、というわけで今回こちら POCO M4 Pro 4G の方をレビューしていきました。この動画が参考になったって方がいらっしゃればチャンネル登録とグッドボタンお願いします。以上、ザキラボでした。ありがとうございました。